こんにちは。今回はメッシュと B レップとは何なのかというお話の中編です。前回解説したメッシュは三角形の板を敷き詰めて形状を近似する方式でした。これに対して B レップは数学的な定義を用いて形状の境界を厳密に表現する方式です。なぜ CAD ソフトではメッシュではなく B レップが主役なのか、その理由を構造の仕組みから見ていきましょう。さて、前編でもお話ししましたが、その場の思いつきで動画を作っております。話が混同したり冗長な部分があるかもしれません。映像表現を試行錯誤しすぎて情報過多になりすぎましたので、かなりシンプルな表現にしました。わかりにくい部分は再生速度を落としたり一時停止しながらご覧ください。また視聴状況が悪ければ中断や公開停止の可能性もございます。状況を見ながら判断しますのでご了承ください。それではメッシュと比較しながら B レップの構成要素を見ていきましょう。まず0次元点の階層です。メッシュの点は単純な座標ですが、 B レップのバーテックスは複数の曲線が交わって生まれる点や曲面上の住所を示す参照点としての役割を持ちます。バーテックスはエッジの端っこを縛っておくための杭みたいな意味を持っていると思ってください。次に1次元線の階層です。 B レップにはエッジという独立した概念があります。このエッジは数式で定義された曲線カーブです。直線だけでなくナーブスと呼ばれる自由曲線も含まれます。ナーブスはいくつかの制御点を使って複雑で滑らかな曲線を表現する手法です。どこまで拡大しても完璧な滑らかさを保てるのが特徴です。このエッジが順番に並んだものをワイヤー面を囲むように閉じたものをループと呼びます。そして2次元面の階層です。メッシュの面は常に三角形ですが、 B レップのフェースはたとえ丸い面でも1枚の面として扱えます。最後に3次元体の階層です。メッシュは単なる面の集まりですが、 B レップはソリッドと呼ばれ中身が詰まっていると厳密に定義されます。ここで B レップの最も重要な考え方を紹介します。 B レップでは形そのものと接続のルールを分けて管理しています。これらを幾何ジオメトリーと位相トポロジーと呼びます。ではフリーCADで具体的な操作を行いながら B レップの仕組みをイメージしてみましょう。例えば四角いスケッチの中に円を描き、それをパッドで押し出すという操作を想定します。まずスケッチの基準となる XY 平面を選択します。 B レップの世界ではこの作図画面全体が無限に広がる否定曲面サーフェイスという材料です。では四角形を描いてみましょう。この四角形は複数のエッジがつながって閉じた図形ループとなります。この四角形の中にいくつか円を描いてみましょう。この円も同様に閉じたエッジであるループです。では画面を閉じてパッドで押し出してみます。パッドで押し出すとちゃんと立体化できました。もしスケッチが正しくつながっていないとフリーCADではワイヤー is not closed というエラーが出ますよね。これは境界線ループが閉じていないので無限の面から形を切り抜くことができないという B レップ特有の論理エラーです。この切り抜くための境界線をトリム境界と呼びます。トリム境界は複数のループで構成されています。外側の四角形は面の外枠を決めるアウターループ、内側の円は穴を定義するインナーループです。 B レップにおける面フェースとはアウターの内側かつインナーの外側として定義された有効な領域のことです。つまりフェースとは実体のある板ではなく数式で定義した無限の面を外枠と穴のルールで切り出した結果と言えます。さて立体化すると側面も生成されますよね。側面はどのように定義しているのでしょうか。パッドで押し出した際、上面と底面だけでなく側面も同時に生成されます。実はこの側面も内部では無限に広がる平面や無限に長い円柱面という否定曲面が召喚されています。
この無限に長い側面の材料をパッドで指定した高さのエッジで上下にパチンと切り取ることで有限の側面を生成することができます。フリーCADで円の半径や押し出しの高さを自由に変えられるのはこのトリム境界の条件をリアルタイムに書き換えているためです。このようにどの面をどの線で切り取るかという指示書が位相トポロジーです。トポロジーによって複数のフェースが縫い合わされて一つのソリッドになるというわけです。この位相トポロジーにおいて非常に重要になるのが向きオリエンテーションの情報です。VLEP では点、線、面それぞれがどちらを向いているかという情報を持っています。例えばエッジの向きがバラバラだと一続きのワイヤとして閉じることができません。また面の向きつまり交線が正しく揃っていないとどこが内側でどこが外側かが分からず中身の詰まったソリッドとして成立しなくなります。フリーCADにはリファイン、シェイプ、形状の精細化という機能が存在します。この機能は複数のソリッドをブーリアン演算などで結合した時にできる不要なエッジを整理してトポロジーをシンプルにする処理を行います。リファインシェイプは形状の見た目を変えずにトポロジー、接続情報を再構成する処理です。内部的には新しい VLEP を作り直すためトポロジーの ID は全て変わります。モデルをクリーンにする手順としておまじない的な使い方をしているケースが多いのではないでしょうか。背景にリファインシェイプ前後の比較画像を表示しています。トポロジーの再構成で VLEP を作り直しますので ID が全て変わります。するとその面を基準にしていた次の操作がエラーになります。これがフリーCADユーザーを悩ませるトポロジカルネーミング問題につながるわけです。かなりインパクトが大きいことをやっているのがわかると思います。クリーニング目的で安直に使わず設計が完全に固まった最終段階で仕上げとして使う程度に留めておくことをお勧めします。補足で説明しますがパートデザインのパッドやポケットにはリファインというプロパティが存在します。これは自動的にリファインシェイプ相当の処理を行う機能です。リファインシェイプと同様にリファインプロパティもトポロジー ID が大きく変わる設定です。設計途中ではリファインプロパティをフォルスにすることを強く推奨します。さてフリーCADでは STL を取り込んだ後メッシュからシェイプそしてソリッドへ変換することがあります。まずメッシュをシェイプに変換するとバラバラの三角形をきちんとつなぎ向きを揃えた VLEP 形状になります。ただしこの段階ではまだ中身のない空っぽの殻です。そこでシェイプをソリッドに変換することで中身が詰まった本物の立体として扱えるようになります。これがいわゆるメッシュのソリッド化という作業です。VLEP は数学的に厳密ですがコンピュータは無限の桁数を計算できないため面と面の接点にごく微細な隙間が生じることがあります。そこで VLEP データには許容誤差トレランスという設定が含まれています。これは非常に小さなズレであれば論理的につながっているとみなすという計算上の妥協点です。フリーCADには非可形状のチェックジオメトリーというツールがあります。この誤差が許容範囲を超えていないかあるいは接続ルールが矛盾していないかを検査するためのものです。ここでエラーが出るということはズレが大きすぎて数学的に立体として成立していないことを意味します。VLEP のメリットはその精度とデータ量です。数式のパラメータを更新するだけで正確な再生成が可能ですしデータとしては非常にコンパクトです。一方で弱点もあります。形状同士を合体させるブーリアン演算は数式同士の交差を厳密に解く必要があるため微小な隙間や面の重複があると計算が破綻してエラーが発生しやすくなります。また一度トポロジーが壊れてしまうと単純な穴埋めでは直せず論理的に作り直す必要があるため修復の難易度が高いという特徴があります。最後に VLEP の表示について補足します。これまで VLEP は数式だと説明してきましたが実はグラフィックボードは数式を直接描画することができません。そのためフリーCADは表示を行う直前に内部で VLEP という数式を表示用のメッシュに高速変換しています。
前編のメッシュでも解説しましたが、これをテッセレーションと呼びます。例えば背景の画像を見てください。画像がカクカクになったことがわかりますでしょうか？つまりデータの本体は滑らかな数式なのですが、画面に表示するときはメッシュ表示で行っていますので、カクカクで表示されます。細かく説明しませんが、フリーキャドの編集、設定、パートデザイン、シェイプビューで画面表示用のテッセレーション設定ができます。興味がありましたらいじってみてください。さて、次回があればメッシュ vs VREP どちらをいつ使うべきかお話ししたいと思います。それでは今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。